그거로 잠깐 이야기해볼게요.シナモンロール出た。かわいい。シナモン初めてだ。新入りシナモン。これは白。かわいい。可愛いんだけど、ちっちゃいニキビできたんですけど、最悪。
日本に帰ってきて実はもう2ヶ月ぐらい今経ってて、結構韓国での動画が時差投稿になっちゃったんだけど、それぐらいでもちょっと日本帰ってきて撮影自体は少しゆっくりしました。ちょっとなかなか切り替えがちょっと難しくて、ちょっとゆっくりで自分のペースでいいやってなってたら結構時間が経っちゃったんだけど、なんか自分が切羽詰まった状態で動画撮っても多分いい動画は撮れない気がして、ちょっと自分のペースでやってます。ファンデーションは資生堂。これもめっちゃいい。めっちゃ白くなるとかめっちゃカバーしてくれるっていうわけじゃないけど、元から肌めっちゃ綺麗ですよみたいに見せてくれるから好きで、今回はちょっとメイクしながら韓国の短期留学に対しての質問が本当にたくさんあって、インスタグラムの質問箱で募集させていただいたので、それを答えながらメイクしていきたいと思います。私が答えれる範囲にはなっちゃうんだけど、それで答えていきます。まず韓国語についての質問があって、留学前の韓国語の実力はっていう質問があったんですけど、私は、大学で学んだ程度で旅行の時に困らないぐらいのレベルでした。だからハングルの読み書きはできて、単語をちょっと知ってるぐらい。日本で韓国語を学ぶのとはやっぱり違いますか？やっぱり住んでみると韓国に当たり前にやっぱハングルを目にする機会が増えるし、なんか毎日韓国語を聞けるし話すっていうところでは全然違うかなと思います。なんか日本にいながらもしっかり勉強している方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私の場合は仕事優先してしまって、日本にいたらなかなか韓国語の勉強にちょっと日本にいる時は力が入らないから、基礎がある程度できた状態で韓国留学に行く方が私の場合は気持ち的に楽だった。あとなんか私のお母さんがよく言うのは、本当に単語は宝って言うんですけど、単語を知ってるだけでも全然違う。もう気持ちめっちゃ楽です。やっぱね、結局単語大事って思いました。短期でも実力が上がったなと思う瞬間に出会えましたかっていうところで、聞く力がついた耳が慣れてくるっていうのは感じたし、あとはそのカフェの注文とかお店の注文の時ドキドキしなくなりました。なんか通じるかなとか韓国語不安だなっていう気持ちが前はあったけど、1ヶ月行ってみてそれは少しドキドキはしなくなったかなとは思います。エージェントを通しましたかって質問で、私はエージェントは通してなくて、全部自分で手続きはしました。留学のスタイルは人それぞれなので、語学堂に行く場合だと書類の送付とか費用の送金とかが難しいって思う人はエージェントを通した方が安心かなと思います。私は意外と全部自分でやってみて、いけるって思っちゃうんだ。本当不安で初めてでわからないっていう人とかはエージェントを通すのも全然ありだと思います。あとはこれもめっちゃ良かったです。総額でいくらかかりましたかっていう質問があって、留学でかかるお金はどれぐらいって質問もあったんですけど、私は語学堂ではなくて語学学校、塾みたいな感じのところにしたんですけど、語学学校もめちゃくちゃ種類があるんよ。たくさん調べてめちゃくちゃあって、なんか立
地とか希望する期間とかによっても金額は変わってくるんだけど、まあ授業料は1ヶ月でだいたい6万円ぐらいでした、私のところは。でまあその他の住居費用とか食費とか、まあ、気になる人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、ちょっと住居については私はこう YouTube 撮るみたいな感じも考えてこだわりがめちゃくちゃあったから参考にはならないかなと思うから、ここでは言及をしないようにします。はい、すいません。でも住居にお金をかけたかも。私は内向型っていうのもあって結構家の環境がめちゃくちゃ大事で、もう家にいることが好きだからそう、家にいることがストレスにならないようにめちゃくちゃ韓国のお家は探しましたね。こだわりがあった。まあ参考になるかなと思ってお話しするんだけど、住居スタイルとかはコシオンって呼ばれる共同住宅スタイルとかコシテルというスタイルもあったりして、滞在期間とかによっても金額は変わってくるから自分の希望に合わせて検討してみることもおすすめします。実際留学行ってる学校の友達とかもコシオンに泊まってる子いたりしてめっちゃ楽しいっていう子もいたけん、共同住宅スタイルやからなんかラーメンとか食べ放題とかあったり、なんかねいろいろ話聞いてたらめっちゃ面白そうやったけん、結構自分のスタイルに合わせたお家を探すのがおすすめ。あとはどんな方、学生仕事もしてた方が主に生徒としていらっしゃいましたかって質問もあったんだけど、本当になんかまず国籍自体様々だったのがびっくりして、私のクラスが十何人いたクラスだったんだけど、オーストラリアとかね、タイとかね、スペインとかね、本当にいろんな国の方がいらっしゃって、日本人はその中で3、4人ぐらいでした。で、本当に年代も様々でした。年代も様々な方がいて、本当パパさんしてる方もいらっしゃったし、主婦の方もいらっしゃったし、学生の子もおったし、本当にもう幅広かったです。学んでる子は。次良かったのが留学全般についての質問。私も留学を考えているのですが、韓国人の友達はどうやって作れますか？これは私も知りたいですこれは私も知りたいんだけど、ただ私は日本で出会った韓国人の友達が2人おったんよ。2人おったけん、その友達と会ったりとかはしたんやけど、正直韓国で新しい韓国人のお友達ができたかって言われたらできてないですね。次、留学で一番楽しかったこと、辛かったことは？一番楽しかったことは学校に通うってことかな。マジでこれはそうかも。なんか私は大学生の時にドンピシャにコロナだったんですね。だから、大学4年のうちのほとんどが学校に通ってなかった気がするんですよ。もうオンラインだったから、なんかそこで新しい友達とかも増えたりして、めっちゃいい経験になりました。あとはいろんな国の人とのコミュニケーションとかもめっちゃ楽しかったです。みんなね、本当に優しいの。しかもやっぱ日本のアニメっていうのはすごいって思いました。いろんな方が日本のアニメすごいじゃんって言ってくれて、日本に興味を持ってくださるんですね。だから私の Vlog を見てるいろんな国の方とかも日本での生活を気になって私の Vlog を見てくれたり、日本語を勉強したいから私の Vlog を見てくださったりしてるんですよ。めちゃくちゃ嬉しくて、それが日本ってどんな感じなのとか積極的に聞いてくれたりとかするのがめっちゃ嬉しかった。あとはなんか5年前ぐらいから
妹がずっと韓国に住んでるんですけど、なかなか会えなかったから、この留学期間本当にたくさん会えたことがめっちゃ嬉しかった。辛かったことは、思ってたよりも不安とかプレッシャーがブワーって襲いかかってきて、まあなんかちょっと切り替えるのがちょっと辛かった。でも、そういう時に週末に日本から友達がもう助っ人のように飛んできてくれたけん、本当にそれで救われた、私の留学生活。次、韓国での生活で大変だったことは何ですか？これは一個あって、韓国の蚊が強すぎて、それですね。はい。あとは、まあ、お家のトラブルとかはやっぱ、旅行と違ってさ、住むから、家のトラブルはありました。1日目にシャワーヘッドが取れちゃって、ホースで髪の毛洗ったりとか、なんか家の Wi-Fi が切れちゃったりとかしたんだけど、もう私はお家のホストさんがめっちゃ返信早かったから、すぐね、対応してくれたから大丈夫だったんだけど、本当にその住むことによってのトラブルは増える。うん。留学前後で価値観変わりましたか？韓国は結構小さい時から馴染みのある国で何回も来てるし、一人で行ったこともあるし、でもまあ旅行と違って住んでみるとめっちゃ新しい発見がたくさんあった。なんか当たり前なことが当たり前じゃない環境に身を置くことで改めて感謝を感じることができたかなと思います。もともとなんだろう、自分に自信がないというか、なんて言うんだろう、自分を自分で褒めることとかが難しい性格なんだけど、今回の留学でちょっといけたじゃん私って自信がついて、まあちょっと強くなった気がします。なんか帰ってきて友達とかに会ったら、なんかすず強くなったみたいな言われるから、ちょっと強くなったんかなって思う。あと、すごいじゃん、いけたじゃん。なんか YouTube も頑張ったし、勉強も頑張ったじゃんって自分に言い聞かせて、頑張ったっていうようになったかも。韓国語を少し喋ってみてっていうのもあったので、ちょっと喋ってみたいと思います。한국어로 잠깐 이야기해볼게요. 아직도 잘 못하니까 예쁘게 봐주세요. 솔직히 한국어는 아직도 잘 못하고 어려워요. 대화는 아직 어렵지만 카페에서 주문하는 것은 잘해요. 유튜브를 보고 계시는 한국분들 항상 따뜻한 말씀 감사드립니다. 한국에 더 가고 싶어요. 마음, 사랑과 관심 진심으로 감사드립니다. 사랑해요. ちょっと下手くそかもしれんけど、韓国語を喋ってみました。終わったので、ちょっと髪の毛やります。質問をたくさんくれたみんな、ありがとうございました。そして、本当は聞きたかったお金の質問とかもたくさんあると思うんだけど、全部は答えられなくてごめんなさい。だけど、何か参考になることがあればいいなと思います。はい。じゃあ、髪の毛します。なんか心臓をささやけようみたいじゃない今日。ちょっと私ごめん、見たことないんだけど
ちょっと待って、それにしか見えなくなって。つぼる。可愛いよね。可愛いよね。このジャケットは新しく買ったやつなんだけど。結構思ったより心臓を捧げようかも。見たことないっていうね。見なさいっていうね。ちょっと見たんだけど、進撃の巨人は。配給がマジ面白いみたいな。配給が見たら人生変わるってめっちゃ言われるんですけど。教えてください。皆さんおすすめのアニメありましたら。私は今、いろいろ見たい気分です。どういう気分適当すぎない？ OK。カバンはプラダに鏡をつけてます。かわいい。最近新しくした AirPods ケース。可愛くない？クマ。今の服に合ってる。めっちゃ可愛い。このプラダのカバンのいいところは、ここにね、入れれるの、AirPods がちょうど。だから、これが好きで、よく使ってます。と、サジン。私が写真撮るとき使う iPhone 6。